族、みんな。そして、霊夢。私に最後の力を貸してくれ。余計な汚れを作ってしまったか。っていう感じになっちまいそうだし、ここは一旦引いた方が良さそうだな。あんた何さっきからブツブツ言ってんのよ。あやややや大変なことになっていますね。とても撮影のしがいがありますよ。ロケットの後ろにこっそり乗り込んだ甲斐がありますね。ほうほう、君たちもこの激アツ展開を見に来たのですね。ならばこの記憶正しい社名丸がレポートしていくので一緒にこの展開を新聞にしましょう。まずこの展開のあらすじとしては、大昔に月へ戦争を仕掛けた第一月面戦争で返り討ちにあった幻想郷の賢者の八雲ゆかりが、第二次月面戦争を起こすべく、白霊霊夢やコウマ館の主人のレミリア・スカーレットをはじめとした幻想郷の住人たちに式神の八雲乱を通して協力を仰いだのです。実際は協力というよりは、ただの好奇心で月に乗り込むレミリアとその従者のイザヨイ作や、妖精メイド3名、そして月まで行くための推進力をサポートする白霊霊夢、そしてついでに霧雨マリサがロケットで、月に向かい静かな海へと不時着したのですよ。もっと詳しく知りたい方は私の悪友の動画を見てみるといいですよ。ロケットは粉々で大変なことになってしまいましたね。この展開、ワクワクドキドキです。ちょっとまだ展開がつかめないと思うので、私の自慢の写真を見せてあげますよ。不時着後、幻想郷に海はなく、豊かな海を呆然と見つめる霊夢とマリサ。ロケットは大破し、帰りはどうするのか。一方レミリアは初めて来る月に興味津々で付近を探検していました。こういう子供心を持ったレミリアは可愛いところですね。またどういうわけか、周りには桃の畑ばかりなのです。この前永遠亭の従者に取材したところ、矢心エイリンや渡月姉妹といった地位の高い方は桃を食べるのが普通のようですよ。あと天人も桃のようなものを食べていたので、地位の高い者は月、地上問わず桃を食べる習慣があるようです。そして海を眺める霊夢とマリサの下に、長い刀を持った、月の使者のリーダーである渡月頼姫が現れたのです。住吉神を呼び出していたのは霊夢であったことを確かめると、その刀、祇園様の剣を地面に刺しました。すると大量の刀が地面から生えてきて、霊夢とマリサを閉じ込めてしまったのです。うわぁ、地面から大量のバナナが生えてきたぞ。これ、食べれるのかしら？本編でそんな発言はしません。そこへレミリアと昨夜、玉兎たちが戻ってきて、レミリアの前にあっさり逃げてしまったことを報告。呆れる頼姫ですが、間髪入れず何かの術をレミリアに放とうとしました。しかし、その瞬間昨夜が隙を見て時を止めるのです。遊ぶんじゃありません。そしていつの間にか昨夜に捕まったことで頼姫は驚きます。このシーンはコウマ館のメイド長の強さがよくわかるシーンでした。昨夜が刀を地面から抜くと、霊夢とマリサを閉じ込めていた刀も引っ込むことができました。それにしてもなぜ頼姫はいち早く霊夢たちがいるところに行けたのか気になりますよね。それは元月の使者のリーダーを務めたエイリンの手紙に関係があります。頼姫は豊かな海に現れる敵を迎え撃つようにと指示が書かれていたのですよ。その敵は頼姫の潔白を証明するのに役立つとも。そして、その通りになったのです。恐ろしすぎるほどの知力の持ち主ですね。それであなたたちの目的は何かしら？私たちの目的は、そういえば目的ってなんだっけ？とりあえず月に行くことじゃなかったか？つまりは知的好奇心というやつだ。じゃあ達成されたのかしら？ふふふふ、昨夜忘れたのかしら？私たちの目的は月の都を乗っ取ることだ。ふふ、矢心様の言ってた通りね。増長した幼い妖怪が海に落ちてくると、あなた、さっき私の手癖が悪いって言ってたわよね。一体何をするつもり？手癖が悪いっていうのは本当かもしれないわ。まあ気がつくと桃を手に伸ばしているお姉様ほどじゃないと思うけどね。これは小さく見えても、愛宕様の日。すべてを焼き尽くす神の日なのよ。地上にはこれほどの暑い日はほとんどない。ちょっと待って、愛宕様の日って言ったわよね。さっきは祇園様の剣って。もしかして、あんたも私と同じ。そう。私は神々をその身に下ろして力を借りることができる。そう、この日は全てを焼き尽くす神の日、愛宕様の日だったのですよ。頼姫が下ろした愛宕様の総本社は京都佐賀に鎮座する縁起式大社の愛宕神社で、祭神は火の神である穂の家具土の神です。愛宕の名は、その祭神家具土が生まれるにあたって母神のイザナミを焼きしなしめた9個であったことにちなむと俗説されているのですが、むしろ元は側面、背面を意味する当てに由来し、その神は境を守る神であったのではないかとも言われ、京都では往生鎮護のために、その西北の山上に祀られたものと考えられていますよ。そしてそれほどの神をたやすく下ろす頼姫の力は、霊夢が最近習得した神下ろしの完成形だったのです。頼姫は、霊夢が不正な神下ろしをしたことにより、謀反を疑われていました。再び頼姫は能力で下ろした祇園様の剣で霊夢たちを閉じ込め、その疑いが晴れることを喜んでいました。さてさて、ここまでが現在までの私が撮った写真です。
ここからの展開も期待ですね。ワクワクドキドキ。あいつ強いな。全く隙がないし、霊夢と同じ能力って言ったって見るからに力の差は歴然だ。吸血鬼は余裕の表情だが何を考えているかわからんし、昨夜も隙を伺っているが動けそうにないようだ。ロケットはなくなっちまったし、このままだとみんな仲良くゲームオーバー。っていう感じになっちまいそうだし、ここは私が話をつけるか。どうした動いても構わないわよ。まあギオン様の怒りに触れることになるけど、自力で月に来るなんてどんなやつかと思っていたけど、面白くないわね。降参だ降参。今のままじゃこっちに勝ち目がなさそうだし、お互い大きな被害を被るだけだろう。あらあら、あっけないわね。ただな、幻想郷には知的で美しい決闘ルールがあるんだ。力の強い妖怪が多い幻想郷だからこそ生まれたルールだ。それで少しの間楽しまないか？さて、ここで霧雨マリサはスペルカードの提案をしたのですが、これはあまりにもファインプレイなんですよ。力の差を感じたマリサはプライドの高いレミリアや、霊夢に代わって恥をかぶって降参制限からのルール上絶対に殺されることはないスペルカードに話を持ち込んだわけですね。マリサは弾幕はパワーだよという名言を残すぐらいなので、脳筋かと思いきや、非常に判断能力と知力の持ち主だったのです。さてさて、渡月より姫はこの提案に乗るのか？それはどういったものかしら？人間も妖怪も月の民もオケラもみんな平等に楽しめるこの世で最も無駄なゲーム。それがスペルカード戦だ。なるほど、大体ルールは分かってきたわ。でも普通の決闘と何が違うの？これは美しい方が勝ちなんだよ。つまり精神的な勝負ってことだ。へえ、それは分かりやすくていいわね。それでもし私たちが全敗したらおとなしく地上に帰るから。それで無駄な血が流れないのであるのならいいかもしれない。ちょっと、いつまで茶番劇を見ていなきゃいけないのよ。さっさとそいつを倒して月の戸に向かうわよ。話は終わったわ。さあ一番最初に私と戦うのはあなたかしら？昨夜、あなたが行きなさい。はい。おじけついちゃったのかしら？先にあなたの能力を見て少しでも勝率を増すためよ。案外単純かと思ったら意外と冷静なのね。さあ始めましょう。私の美しいナイフさばき。残念ながら誰にも見えないかもしれないけど。そう。それでは私も月の使者のリーダーとして、最大限、美しく。どうしました？あなたからかかってこなければ、私は無限に待ちますよ。あなたは、さっき私のことを手癖が悪いって言ってたわよね。さあいでよ、飛来人。なんてバカでかい日の言うなんだ。あんなのまともに食らったら一発で終わりだわ。七柱の兄弟を従え、この地に来たことを後悔させよ。出ました飛来人。このイカズチ神は文字通り雷神で、日本神話の中では飛来人は、イザナミの体に生じた八柱の雷神の一柱。雷は大量の雨を降らせて地上を潤し、農作物を育む恩恵を持ち合わせます。このイカズチ神はこういった脅威と恩恵を合わせ持つ性格の神とされます。律令時代には、宮中大殿式に祀られ、火の神としても信仰されていたようですね。あやややや、こんな強力な大技に高魔漢のメイド長はどう立ち向かうのか。さあ、神の炎に震えるがいい。力は無論、範囲が広くてかわすのは厄介よ。さすがの昨夜もあれを食らったら。不思議な術を使うのね。さっきも見せたでしょ？瞬間移動のイリュージョン。あとおまけにいいものを差し上げましてよ。さらにもう一つおまけの、ルミネスリコチェ。説明しよう。ルミネスリコチェは左右または上下に反射する高速のナイフを斜め下方向へ投げる技。初登場は東方飛装天の弾幕として披露したのですよ。ルミネは光という意味があり、リコチェは跳ねることや、上弾という意味があります。さあ絶対絶命ね。そうはさせないわ。現れよ、金山彦。私のナイフが砂によって止められた？さて、頼姫が下ろした金山彦神は、イザナミ命が火の神かぐ土を生む時に陰部を焼かれて、病んで苦しみながら吐いた嘔吐物から、金山姫神と共に生まれた神様です。基本的な性格は鉱山の神様です。古事記では、この二神に続いて土の神と水の神が生まれたとあることから、鉱山で採れた鉱石や砂鉄を大量の水を使って選別し、粘土で作ったたたらに入れて、不意後による高熱で溶かして精錬するという、古代の製鉄の様子から連想された神様だと考えられていますよ。神社名が2つの丸子、浅間神社という静岡にある神社で有名な神様ですよ。またもう一つの浅間神社は容姿端麗な女神とされる木花咲夜姫をお祭りする神社で、縁結び、安産子育ての守護神として尊崇を受けているようです。
ちなみに矢心栄林の元ネタである八石剣神の甥の嫁に木花咲や姫がいます。いざよい咲夜と名前がよく似ていて不思議な繋がりですね。また木花咲や姫はかぐや姫と同一人物説もあり、非常に興味深い関係性ですよ。それでは話を戻しましょう。私の周りを飛ぶうるさいハエを砂に返せ。なんだあれは。ほう、なかなか便利ねボムかしら。そして持ち主の元へ返しなさい。まさか自分のナイフを受ける羽目になるとはね。避けにくいのは当然ね。しょうがない。いざ私の世界、いやー、お強いですわ。まさか自分の投げたナイフにやられるなんて飼い犬に手を噛まれるとはこのことですわね。昨夜ダメじゃないの。申し訳ございません。昨夜がいきなり大技を使うもんだから一発で勝負がついちゃうかと思ったじゃない。はい。昨夜は前座なんだから私が戦うまで勝っちゃダメ。さようでございましたね。レミリアお嬢様。さすがです、頼姫様。まさかあんな不思議な術を使う人間に勝ってしまうなんて。私には八百万の技がある。一人と二つしか使ってないんだから、あと399万回連戦しても勝てる計算。はあ、さすがは矢心栄林様の弟子なだけあります。ところでなぜあの人間は最後雷に囲まれた時に瞬間移動できなかったのでしょう。あの者は瞬間移動などできないってことよ。移動したい場所までに、体を通せる隙間がある場合のみ移動できる。私は最初の飛来人の時に気づいたわ。スカートの裾が焦げているって。さすがですね。まさかそれだけの手がかりで相手の弱点を見つけ出せなんて。さあ、次の相手は誰かしら？流れから言うと私のような気がするが、正直やりにくそうな相手だな。レミリアはなんか知らんがウキウキしながらアイコンタクト取ってくるし、レイムに関しては寝ているし、いやなんでこの状況で寝れんだよ。そうだね。あんたも負けそうだから、次頑張って、思いっきり負けるのを見せてね。ひでえやつだな。本当に昨夜も毎日こんな主人によく耐えられているぜ。次は言い出しっぺのあなたね。まあ、いくら力の差があろうと、スペルカード戦なら負ける気がしないがな。大技を時を止めてかわしつつも追い込んだ昨夜だが、頼姫の八百万の神の力には一歩及ばなかった。次は知力で活躍を見せた霧雨マリサとの弾幕ごっこが始まるようだ。果たしてチート級の強さを誇る頼姫にレイムたちは勝つことができるのか。続く。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。